今日は手裏剣の倒し方についてちょっと考えながら遊んでみたいなと思います。ちなみに今日のオープニングは全部手裏剣が刺さりませんでした。刺さらない要因なんですけれども、私は何度か棒手裏剣が刺さらない原因はいくつかあるっていう話をしていると思います。手裏剣が回転しすぎて刺さらない。もう一つは手裏剣が全く回転せずに立ったまま的に当たってしまって刺さらない。オープニングの5本は全て手裏剣を立ったまま的に当てました。一切回転はさせてません。多少は回転してるかもしれませんが、刺さるほどは倒してません。倒していないというよりは極端にお尻側を押さえる。そうすると刺さらないんです。立ったまま的に当たってしまうので。手裏剣の直打法、直打法、これはどんな距離でも手裏剣を4分の1倒す。遠くなっても近くても必ず4分の1倒れる。これが直打法の面白さで、このコントロールをいかにするかっていうのがこの一番難しいところであって一番楽しいところだと私は思ってます。これ衝撃で今落ちました。距離が変わっても必ず4分の1倒れて的に刺さってくれる。さて、この倒し方、コントロールの仕方なんですが、人それぞれですが、一番簡単な方法を言ってしまうと、手裏剣自体を長くしてしまえば倒れやすくなります。短い方が倒れにくい。これは前検証しました。長いものよりも短いものの方が倒れにくい。細いものよりも太いものの方が倒れにくい。ですので手裏剣自体にこだわりがなければ、手裏剣を長いものに変えてしまえばまずは倒れるようになります。もう一つ、手裏剣自体を少し削ってしまう。例えばこの場合、先端は削って、あとお尻側はほとんど削っていません。お尻側をもう少し削っていくと倒れやすくなります。バランスの問題ですね。重心の問題。例えば私も自分で削りましたが、香取神道流とか戸隠流とかにある形に模して削ったものです。もともとこれはね、まっすぐ四角の角棒の手裏剣のような形で削りましたが、ちょっとね太いんです。7ミリぐらいあったかな。なのでこの形で作った場合ちょっと倒れにくかった。ですのでお尻側を少し削っていった。そうするとね、だんだん倒れやすくなるのが分かります。ただし、例えば自分で削るのに1本だけだったらいいんですけど、同じものを5本も10本も用意するのが大変だっていう方もいらっしゃいます。もしくはこの手裏剣が気に入ってるとか、この手裏剣をいじりたくない、もしくはうちの流派はこの手裏剣だと決まってる方、そういう方はやはり技術でこの手裏剣を倒してコントロールを身につけていかないといけません。
でその倒し方なんですけれども、お尻側を押さえすぎてしまうから立ったまま飛び立ってしまうんですね。なので手のひらを手の内を滑走路と見立てた時にこうなるからまっすぐ見えるかな、こう打ち出してしまうから手裏剣が立ったまま的に当たってしまう。であればこれで発射をすれば前傾の状態で手裏剣を発射すればいい。90度ではなくて90度よりもさらに倒した角度で手裏剣が発射していけば立ったまま的に当たることはないという考え方。その時に、指自体を曲げてしまうという人がいます。こう発射していくんですね。ただ私はあんまり指曲げるのは得意ではないんですけれども、この打ち方あんまり得意じゃないです。なんでかというとね、私指先で押さえてしまう癖があるので、いくら指を曲げようが戻っちゃうんですよ。こう打ってしまって結局立ったまま手裏剣が飛んでいってしまったっていうことが多々あります。なので私の場合は近い距離はもう押し出しちゃいます。お尻側全く押さえずにこのまま飛んでいく。そうすれば倒れますので必ず。ただ押し投げの場合だと近い距離だといいんです。近い距離だったらこの押し投げで刺さるんですけれども、例えばこれが3剣までは私普通に刺さります。ただそれ以上、例えば5剣とかになると押し投げをした時に刺さる確率っていうのが極端に落ちてきます。なので近くから遠くても3剣ぐらいまでと思ってます。ちなみに今刺さらなかったものが一番太くて短いもの、これがね非常に倒れにくい。あとはこれはその派生だと思うんですけれども、できるのかな、私はちょっとね自信がないんですけれども、指を曲げる、握り込むようにして手裏剣を打つ。この状態から握り込む。ただこれも慣れが必要です。ちなみにこの握り込みも先ほどの指を極端に曲げるものと原理は一緒だと思います。急激に握り込むことで手裏剣を前傾発射させる。お、当たっちゃいましたね。最近私が一番おすすめしているのはこの手刀ですね。これだとそもそもお尻側を強く押さえるっていう動きがやりにくくなるので、自然に90度倒れるっていう軌道がイメージしやすくなります。これで打っていたものをほんの少しだけ手刀に手のひらを横に向ける。これでもね、正直言うと少しお尻側を押さえる動きができますが、ほんのわずかでもねやりにくくなるだけで、お尻側を押さえにくくなるだけで違ってきます。ですので私はこの手刀打ち、この打ち方を個人的には一番おすすめしてます。最近ねこれで直打法するのは結構面白いんですよね。
やっぱりこの太くて短いものが一番難しいですね。これはなかなか倒れない。そのうちねちょっと巻物巻いたりして遊んでみようかなと思ってます。やっぱり手裏剣の種類によってだいぶ違ってはきます。個人的にはこの手刀打ちが一番簡単な方法じゃないかなと思ってますが、中にはやっぱり指を曲げて打つ人、要は滑走路を極端に倒してしまうという人、それから軽く握り込むようにして手裏剣を打つという方も中にはいらっしゃいます。一応ね一通りできるようにはしてるんですけれども、手裏剣をどんな時でもどんな距離でもこの倒す、この4分の1をしっかりとコントロールする、これがやっぱり直打法の一番大事な部分なんだろうなと感じるようになりました。どうしてもこれが思うように倒れないっていう方、よかったらこのやり方も試してみてください。指を曲げる、滑走路を極端に倒してしまって前傾で手裏剣を発射する、もしくはここで軽く握り込むようにして手裏剣を、もうこれも同じですよね。滑走路を無理やり倒してしまうで前傾に発射する。私自身のおすすめとしては軽く押し投げてあげるか、手刀打ち、これで打つ、これがね一番簡単だと思います。ちなみにこの手刀の場合なんですけれども、人差し指でコントロールする人と、あと流派によっては親指、ここですね、ここでコントロールをしちゃうっていう方がいます。人差し指の人と親指の人がいます。これはねどっちでもいいと思うし、特に何のためにこの手刀かっていうと押さえすぎないためですね。押さえすぎないためにやってますので、あんまりこの辺は意識しなくていいと思います。このまま自然に手から離れていくと、これがね一番お尻の押さえすぎには効果があるなと私自身思ってます。というわけで今日は手裏剣を軽く倒すような打ち方、これを考えて遊んでみました。もし何か疑問とかそういったことがありましたら、コメント欄に気軽に書き込んでいただければ対応させていただきますので、気軽に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。